もちろん可能ですね。ただ何のために稼ぐか、何のために仕事をするかっていうことだけ、仮に短期で働くにしても分かっていただきたいんですよね。お金のために仕事をするっていうことと、自分がやってきた評価の対価としてお金をもらうっていうのでは働き方全然違うと思うんですよね。でもし短期間でお金だけ稼ぎたいっていうんであれば、うちの仕事は向いてないかもしれません。1ヶ月で思いっきり稼いで、それでそのお金で何かしたいんだっていうことであれば、目的がお金っていうことであればね、お金のために仕事してますんで、それ利用者ファーストじゃないですよね。で利用者さんに思いっきりこう1ヶ月間だけれども在宅看護、在宅医療の世界に飛び込んで学びたいっていうことであれば、思いっきり学んでください。その対価としてもちろんお金をお付けしましょうということですよね。基本的にはですね、やっぱり長いお付き合いになりますので、短期で訪問看護のアルバイトをするっていうのはどんどんやっていただいて構わないと思うんですけれども、その先もっと楽しい世界、もっと面白い世界が待ってると思いますので、できたらね長期で仕事をしていただけるとこの世界がわかるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、うちの中では評価制度っていうのがありますので、その評価に基づいてですね、この期間でこの役職、この期間でこの役職、本当のその最短ルートで出世したスタッフもおりますし、そういったスタッフって他の企業さんの中間管理職、大手企業さんの中間管理職以上のお給料を稼いでいるっていうスタッフも十分おりますので、そういった意味ではもちろん可能です。ただ先ほどの話と同じで、お金目当て、お金の目的だけで仕事をするっていうことでは、私たちの仕事の本質とはちょっとずれてしまいますので、できればもちろん高い理想の高い、仕事をしていただくために、もちろん高いお給料を狙って仕事をしていただくというのはすごく大事なんですけれども、それって狙ってできるってことじゃなくて、仕事の対価としてついてくるってことなんで、この仕事の本質をしっかり分かっていただいて、うちの会社でしっかり働いていければ間違いなくお給料は上がります。はい。今現在四日市市を中心に当社は8拠点ですね、展開しておりますけれども、次の9拠点目はですね桑名市なんですね。お隣の桑名市です。でその次も桑名市なんですけれども、少しずつ1年に2棟ペースで、新しい建物を建てておりますけれども、徐々に、北の地域ですね、桑名の次は木曽三川を渡って愛知県に入りますし、2年後には名古屋市に展開をする予定でおりますので、四日市だけではなくてですね、桑名市、また愛知県の方でも働いていただくことができます。ただ転勤がありますかっていうとですね、転勤はありません。勤務の希望を出せば、ある程度の役職者以上であれば、他の地域で働いていただいたりとか、また指導に行っていただくということで、日帰りで、名古屋に出張に行っていただいたり、そういった仕事はありますね。今現在ですね、社員寮としては準備はしてないんですけれども、県外からもしくは市外から遠いところから当社で働きたいということで引っ越しをして入社をしてくださるっていうスタッフは少なくないんですね。で将来的には社員寮の準備もさせていただこうと思ってますし、その引っ越しにかかる費用の一部の負担をさせていただいたりとか、あとは家賃の補助ですね、そういったことも今後は考えていきたいなというふうに思っております。そうですね、四日市市は今31万人都市って言われてて、駅前の再開発も結構進んでますし、一つ難点としてはね、細い道が多かったりするんですね。ちょっと渋滞が起きたりしやすいんですけれども、山も海も近いですし、プライベートでもね、海行ったり山行ったりもできると思いますし、大自然もありますし、買い物に行くにもこじんまりとしてね、便利な街かなと思いますんで、働いていただくにも働きやすい街なんじゃないかなと思います。全国的に見ても30万都市でこれぐらいの広さでっていうのは本当スタンダードな広さなんじゃないかなと思いますし、人口密度的にもね、本当の日本のちょうど中間ぐらいに当たるんじゃないかなと思いますので、訪問看護を初めてされるっていうことであればね、
仕事はしやすいと思いますし、住みやすいかなと思います。また初めて四日市で仕事するんだっていうことでね、不安がられるかもしれませんけれども、もし訪問看護されるんであれば車も全部ナビがついておりますし、ナビがついてない車も一部ありますけどね、今携帯で全部出ると思いますので、ね、そのあたりは大丈夫かなというふうに思います。今現在はですね、2024年ですけれども、年間に2棟のペースで、約30床前後のナーシングホームを展開をする予定でおります。今年も3月にナーシングホームせせらぎという45床の物件がオープンしましたけれども、この12月にはですね、ナーシングホーム白井力や桑名のんべという34床のナーシングホームがオープンします。またその次にも桑名市に34床のナーシングホームがオープンしまして、年間約2棟ペースで2029年に向けてですね、2029年、所有している物件のお部屋の数でいくと445床というのを目指しております。そして会社の中期計画に関してはですね、人員でいくと445床の時は約380名ほどのスタッフの数になるんですけれども、売上高もそれぐらいに匹敵するね大きなものになっておりますけれども、私の思いとしては会社というのは公のものであると、公的なものである、みんなが使っていただく場所であるっていうところもありますし、私一人のものでは決してないわけなんですね。みんなが平等に活躍できるフィールドであるっていうふうに考えています。公の器である、公器であるっていうふうに考えてるんですね。だからこそ会社の価値をうちで働くスタッフ全員で上げていきながら、2029年を目指してますけれども、株式の店頭公開を考えております。それによって私自身ももちろん経営者としてステップアップをしたいですし、会社としての信用信頼という部分ですね、世の中の皆様からの信用信頼というのもしっかりと獲得していきたいし、それによっていい人材も集まってきてくれるというふうに思いますし、何より私ももちろん年齢を重ねていきますので、次の世代の経営者にきちっとバトンタッチをしていきたい、そういった素晴らしいスタッフに集まってほしいな、また利用者様からも安心安全を任せられる会社だなっていうふうに思っていただきたいということもありまして、中期計画5年先の計画ですけどね、そういったことを計画しております。